イグランドジョンです。今回はね、グランリーグに2日目やっていきたいんですけど、結構危なかったですね。43対42。しかも破壊率の方は負けてるというところでね、なかなか星1の差が結構大きいような対戦になりましたね。前回が1つでも足りなければ破壊率負けというところで、前回率高いなーって感じですね。タウンホール17。ハードモードはね、厳しいとはいえ、ノーマルモードもね、防衛施設のレベルとか上がってるんですけど、まだまだ前回率は高いですね。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。1本目なんですけど、なんとね、こちら新兵器使われてまして、ルートライダー編成にね、合わせてったっていうところですね。ちょっとこれどういう活躍するのか見てみたいですね。まずはロイヤルチャンピオンで削りを入れていくようなところ。ここはね、通常の編成とそんなに変わらないというところ。まずはそういった削りから入れていって、インビジブル、削りを入れていきます。いいですね、いい削り。うん。ヘイスト薬型。ちょっと外に膨らんでしまうような形にはなりましたが、能力発動。ここで回収をしていきます。ベビドラサイドカットから、キング、クイーン、回収部。ルートライダーパート始まります。ロイヤルチャンピオンも追加しつつ、そろそろ出てくるかな。ここに兵器セットしていきまして、ここからね、ジャイアントとかウォールブレーカーとかいろいろ出てくるわけですね。ちょっとこいつの活躍も一緒に見ながらやっていきましょう。いいと思う。ジャイアント能力発動しつつ、オーバーグローを後ろに入れていくような形。中心部にはフリーズ入れて、すごいですね。この固まったところに、ウォールブレーカーやらジャイアントやら分かりづれえ、こんなにユニットいると。バルーンとかも出て、反対サイド流れていきます。ウォールブレーカーがね、ちょこちょこ出てきてますね。飛んできた。飛んできて、またほら。ウォールブレーカー、ジャイアント。ここも穴開け。穴開かないんか、マックスレベルは。なんかまた飛んできた。で、ここ援軍入ってましたね。ドルイド出てきたよね、今。ドルイドが出てきて、ドルイドって手元にないもんね。ドルイド援軍として今飛んできましたね。はいはいはい。で、ジャイアントがなんか本来いるはずのないユニットがね、こうしてジャイアントがなんかすごいいますね。ジャイアントとかアーチャーとか中心部に。なんでお前らそんなとこにいるんやみたいなユニットが兵器によって飛ばされてきたわけですね。なんかよくわからんけど、物量によって最終地点まで行くと、わかりづらいね、これ強さが。なんか弱くはないんだろうけど、援軍がさ、どのタイミングで飛んでくるか難しいよね、これ。分割で投げられてんのかな、これ。まだ研究が必要ですね。援軍はドルイド2体とバルーンと、スニゴブだったんですけど、さっき見たとき1体しかドルイド飛んできてなかったんで、なんか別々のタイミングでぴょこぴょこ一緒に混ぜて飛ばしてんのかな、これ。わかんないですね。僕もね、ちょっとまだマックスレベルまでね、育ててないんでね、そのうち使ってみようかなとは思ってるんですけど、そんなにそんなに強く使えるような気もしないんで、透過弊社の代わりに置いてみようかぐらいには、ありかもしれんけど、ちょっと、まだわからんですね。2野郎目ですね。今回はロイヤルチャンピオンの方を回収していくような形でした。リターンね、ロイちゃんか、ウォーデンかどっちを回収するんだみたいな戦術を毎回やってますが、シューターを使うのもニャロメぐらいだね。あんなに強い兵器だったのに。シューターがあんまり使われてないという。うん、いいね。さあ、ここで能力発動。ファイボ強い。で、反対サイドはシューターが削りを入れているというような形ですね。ゆっくりやっていいっていうのも、オデヒの特徴ではあるかな。この辺もね、マルチ IT 越しにモノリスにダメージも入れれて、美味しいですね。さあ、ようやくキングクイーンパート始まっていきました。クイーンでしっかりマルチアーチャータワー打てるようなところを持っていって、ストライカーサポートも入れることでキングの被弾も抑えて、でここね、モノリスのターゲットがね、キングに入ったりして、ストライカーも飛んできて、
ちょっとね、イエティもすごいいいタイミングで来てくれたことでね、シューターの方がモノリスから一切ダメージを受けることなく、モノリスを落とすことに成功しました。これタイミングめっちゃ良かったですね。で、外周部はロケバルが入ってるので、ロケバルで削りを入れていきつつ、2体じゃ落とせないんだってすら。オールブレーカー2連で投げて、クイーンの方がまだ能力残ってますね。ここにレイジを合わせて。いいサイドカットになったか、これは。ここで能力発動していきます。イエティが中から出てきました。ロイヤルチャンピオンを合わせてタウンホールを撃破。外周部。残ったユニットで削りを入れて終了ですね。呪文もね、こんな感じで3枚残ってますし、なかなかね、難しいよね。これは難しそう。すごくね、広い視野で的確にね、いいタイミングで各ユニットを配置していかなきゃいけないような戦術なので、難しそうですね。ひろやさん、まずは援軍を釣りたいというようなアーチャーとスーパーバーバリアンからスタートしていきまして、10日弊社セットで、防衛施設の被弾がないところになりますので、ここで援軍処理していこうぜっていうところ、スーパーバーバリアンがね、やっぱ、見た目以上に HP があるので、全然、アイゴリの処理をやってくれちゃってますね。で反対サイド、ルートライダープラスクイーンのサイドカットから本体ルートライダースタート。救援砲も2本あって、マルチアーチャーターもあって、結構火力の高いところから入っての一気にレイジトーム入れていくかな。ナイストーム。10日弊社から出たペッカたちも入って、削りを入れて、オーバーグロー。強いね。パカゴ強いそれ。で、外周部の方もサポートを入れつつ、オーバーグローがもう1本あるんで、もう一度ね、現れたところかけていくような流れになるかなと思います。キングのサッカーボールもいい感じにダメージ入れて、タウンホールだけに入れてきましたね。外周部の防衛施設に関しては打てるようにして残しましたと。そのおかげでキングがフェニックスモードになって、両団体砲として、あとはもう残ったウォールブレーカーそれだけだったので、フリーズ2発を残しておいてっていう形ですね。ぐるぐる回って終了と。スーパーバーバリアンがね、外の金山とかもされるようになるんですけど、そもそもロイちゃんのオーラダメージで落とすことができました。さあ残ったユニット全員タウンホールの方に残っていて、今まで通りのルートライダー編成ですね。ボマックさんもルートライダー。前回もね、紹介したと思うんですけど、ランチャー型の人ですね。結構ね、やっぱクランによって特色出るなと思って、面白いなと思って見てるんですけど、ひろやさんとか、もう一人、水さんっていう方がいるんですけど、同じ系統のね、純正のルートライダー編成をやってて、ボマックさんとか、ラピュタさんとかは、そちらもね、なんかクラン近い方々なんですけど、そちらの方々もちょっとね、同じような形をやってて、クランによってやっぱやり方とかね、特徴出るなみたいなのがやっぱ見てて思いますね。この2人のアタックのね、後で出てくると思うんで、そちらも合わせてって感じなんですが、さあ、ここはね、タウンホールのところ、インビジブルタワーが2本あるところなので、ランチャー使って、インビジブルタワー出していきます。もともとのね、こういった配置、こういうやり方強かったですからね。で、奥にオーバーグロー。これうまいね。これめちゃくちゃいいプランだね。で、サッカーボールクエイク入れていきまして、大ダメージ入っていく。ここからルートライダーパート始まります。レイジジェムはね、ちょっとチカチカするから毎回言ってるんだけど、それが欠点、このギアの。オーバーグロー解けたところ、いいタイミングで解けてくれましたね。キング、フェニックスだよね。フェニックス型なので中央張り付き。で、モノリスのところ、ヒーローもね、2ヒーローいるところなんですけど、スケルトン置いて、竹取りしつつ、ストライカー合わせて、レイジも置いていく。いいトーム。トームもね、温存できてるのよかったっすね。中心の火力高いところっていうのを、キングプラスの、今回はクイーンもワンチャン内側入ってもいいな。ウィザードカットとかも入れてたんで、どっちが目的だったかわかんないんですけど、外入っても内側入っても強いような使い方できてましたね。ランチャープラスのキングクイーンっていうところを中心部
結構大きく見ていって、オーバーグローの呪文でサポートを入れていくというようなやり方でした。インビジブルタワー2本真ん中あるタイプの配置に結構ランチャーって刺さりますよね。あんまり毎回毎回使われるようなタイプのあれじゃないんですけど、すごい配置に刺さったいい取り方ですね。ガーサス。しんさん、うちのね、メンバーさんからね、サポートを頼んだ方ですね。ルートライダー編成で、まずはロイヤルチャンピオンで削りを入れていくような形から始まるというところで、スケルトン2枚型ですね。で、何がポイズンがねえんだ。珍しい。なんか呪文多いなと思ったらポイズンが入ってないですね。かなり攻撃的な呪文構成。シングル IT までかなりいい削りが序盤できてそうですが、どこまで見ていくのか。トルネードによってちょっとテスラが折れなくなっちゃうのは悪いね。ここで回収をしていきました。スーパーバーバリアンカット入れていくってことはタウンホールからいきそうですかね、これは。さあ、ジャイアントアロー、結構いろんな施設に当たることができてますね。大工とか巻き込んでいい形かな。フリーズかけつつ、スケルトン、そして本体発進、バルキリー。ストライカーは入れてないんだ。ストライカー欲しいな、これ。特に、ウォーデンのね、ヒーローペットがディギーなんで、ストライカーは入れたいですね。ポイズンリザードとかだとね、ここはなくてもいいシーンかなと思うんですけど。さあ、初手トーム。初手ではないね。中心トーム。ちょっとアイゴレと被るところなので、トームとアイゴレの10日交換みたいな感じになりますが、外周部のが、クイーンちょっと外流したかったのかな。どうだったんだろう。外周部穴開けしつつ、10日弊社のユニットだけで、外側見ていくような形になってるんですけど、クイーンサポート欲しかったかな、ここ。あとはスケルトンの呪文が1枚と、スーパーバーバリアンというところでね、一旦中心部分から外に広がってきたユニットに合わせてスーパーバーバリアン展開していきたいですね。とはいえ、なんか防衛施設を狙えるようなところには置かれてないので、スーパーバーバリアンもね、使い方がすごく難しいんですけど、スケは上側置きましたね。スケルトンで長弾大砲のタグを取りつつ、テスラにスーパーバーバリアン入れて、ロイヤルチャンピオンなんかすごい勢いで走ってきた。エイストだね、これは。エイスト型のやつが突っ走ってきました。ナイス展開。さあ、星さん。星さんのね、アタックもすごかったっすね。前回はね、紹介したと思うんですけど、この、インビジブル12枚型、今回のメンバーだとね、星さんしかやってないので、やっぱこういったね、小爆弾とか巨爆とかね、いろいろ外に置くことで、フォックスのダメージを削っていこうっていう配置がね、やっぱいろいろ、レジェンドとか攻めてても多いっすね。マジで厄介。こういったところね、ロイちゃんが通りそうなところ、フォックスに関する、延命をしっかり入れてても、トラップによって無理くり剥がしに行こうというところ、ヒーローが対策できないならヒーローペットから削ろうっていうのがコンセプトですね。さあ、ここで隠れたところ、援軍によって内側に吸い寄せられていきました。もう1枚使ってタウンホールの方向へ誘導。そして、レイジを打ってインビジブル。多分これ中心入ってほしいなと思ったところだと思うんですけど、インビジブルここ2枚打ちしちゃいましたね。ちょっと珍しいミス。ここもインビジブルつけて、ロイちゃん援軍の被弾が入らないようにしつつインビジブル。そしてアーチャーを置いた音聞こえましたね。僕、多分動画じゃ聞こえてないと思うんだけど。アーチャーでアイスゴーレムを外に引っ張ることで、ロイちゃんの被弾が入らないような形をする。この辺のね、アドリブでプレイしていくところ、突ウィズの時からこういった援軍引っ張り、インビジブル状況でっていうところはもともとね、必須のテクニックだったんですけど、これもうまいですね。でバルキリーも多分援軍処理用に1体だけ連れてきてるのかな、こういったところ。10日弊社外周セットからの中心部分に、ドラゴンパートスタートというような流れです。で、外周クイーンもサイドカット。対空砲を狙うようなジャイアントアローですね。呪文がないんでね、ドラゴンパートに対しては。やっぱ対空砲みたいな火力の高い施設っていうところを落としていくのは、積極的に狙いたいですね、ジャイアントアロー。
でトームをかなり温存して、そろそろ打つタイミングかなというところ、トームかけていきました。中心部。今回の場合はね、トームで防げたりはするんですけど、こういったところでね、例えばこの壊れた対空砲の位置から、対空砲残せたら結構ドラゴンとかね、ヒーローもね、ボカボカ打たれるので結構被弾。このシングル IT までは多分、落とせなかったんじゃないかな。一応ガーゴイルのサポートがね、左からは来てるんですけど、ドラゴンがここまで削ることもできなかったっていうところで、アローの対空砲狙いの使い方いいですね。ドラゴン編成においてね、狙いたいところって安いパーか対空砲ぐらいなんで、この角度しっかりね、攻める前に考えておきたいところですね。大旋回。ラピュタさん、さっきね、ボマックさんの時にも少し名前を出した方ですね。まずはロイヤルチャンピオン削りを入れていきます。なんか防衛施設以外もオーラダメージでね、勝手にサイドカットになるの強いっすよね。ただちょっとね、こういったところ、ギリギリのところでインビジブルから剥がされちゃうのが厄介。マックスバリューというね、動かし方にはならなかったんですが、やりたかった破壊自体はできたかなというところですかね。で、アーチャーで一旦援軍を釣りまして、タイタンの方で処理をしていきます。反対サイド、ジャイアントアローでインビジブルターの解除をして、10日弊社セット。ここからスケルトンの呪文を置いてからルートライダーパートスタートしていきます。で、10日弊社の方がね、ちょっとサポート必要というところで、ここはキングを使って、キング、アイゴレ、10日弊社を外周、クイーンを内側へという流れですね。タイタン、ロイヤルチャンピオンに気づけるか。さあ、内側入ったところ、トーム。すごいバルキリーの竹だったね、今。ロイちゃんに反応してそっち行くんだ。キングの方も能力発動、裏のところにオーバーグローを割いて、中心部レイジ。レイジの枚数が1枚かな、このタイプの配置、編成は。なので、一番大事なところに残しておきたいというような形ですかね。オーバーグロー採用型なので。で、裏の、かなり火力の高いところ、オーバーグローによって解けて、ロイちゃん能力をね、しっかり温存できているのがいいですね。ボム発動から能力も残した状況で最終地点へ、いい形。ナイス旋回。何やらめ。ほんとこの編成大変そうやなと思うけど、もう慣れてるんでしょうね。ドリルセットしてるけど、ドリル使ったんかな。一応1回目通したんだけど、そうだよね。使った記憶がなかった。でもレジェンドとかだと多分入ってるんだろうね。一応手元にセットしてあるってことは持ってってってことだから。使う候補の一つであるっていうような兵器なのかな。9時側をオーデン、ファイヤーボール、3時側をシューター。リターンの呪文が入ってるんでね、これはどこに使っていくのか。この手の配置も多いですからねっていうところでウォーデンを落としてしまいます。オデヒー系の戦術でオデヒー初手に落としちゃうのマジできついと思うんですけど、ここからどうリカバリで持っていったのか、クイヒーに変えていくと。これはいい判断っすね。ヒーラーは絶対無駄にしたくないんで、ユニットの枚数のね、枠数換算したと、でもね、かなり重いっすからね。シューターが今回3時ぶっ刺さってんのもかなり偉かったかな。ロケバル、まずは罠チェックからモノリスの方、ロケバル破壊。ロケバルの強み出てますね、ここ。で、キングクイーンでクイヒーをやっていくというようなリカバリーに切り替えていきました。おでんで本来はね、この辺削りたかったっていうところだと思うんですけど、タウンホールまでの道をキングが穴開けして、シューターマジ強えな、これ。
で、長弾大砲火力高いところをロケバルで落としていく。しっかり落とせそう。クイーンだけ回収するようなリターンの呪文を使って下側に持ってきましたね。対地クロスについにバレてしまった。ここからロイヤルチャンピオン展開。イエティとロイヤルチャンピオンで3時側の残ったところを破壊を目指していくというような形になっていきます。やっぱね、ヒーローが結構簡単に落とされちゃうとしんどいですからね、リカバリー的にも。さあ、アイゴレの処理までロイヤルチャンピオンでここで行われつつ、フォックスのおかげでね、ここ透明化図れてるのも良かったですね。さあ、ロングショット、ここから遠距離攻撃を入れていきます。さあ、ガゴプリの方もロイヤルチャンピオンで処理ができて、浮いたこのシングル IT のところも破壊をすることがロイちゃんでできて、すげえとこに置かれてんね。フリーズからのロケバルで防衛施設狙ってったんですけど、トルネードに巻き込まれてちょっとロケバルの方は伸びずですが、ユニット残ってクイーンも残ってのナイス展開ですね。ちょっとね、リカバリーの難易度としてはかなり高めなアタックになっちゃってたからね、今の完全に。おつとむさんも、インビジブル、かなり枚数多い形をやってますね。フェニックスで、合ってる。フォックスではなくてフェニックス型の。今回の、ね、フェニックス型ってなるとシンプルに消えそうなタイミングで追加していけばいいっていうところで、フォックスとの違いがそこですね、インビジブル。ちょっとね、援軍近いところだとね、タイミング気をつけたいですね。はい。援軍釣り出すのか、釣り出さないのか。この辺もね、インビジブルのかけるタイミングによって左右されますからね。ギリギリいいタイミング。すごい動き。ここでヘイスト薬使いまして、タウンホールまで狙っていきます。レイジの方は今回はロイちゃんではなく本体に残したいっていう意図かな、これは。中心部かなり削っていく。いいね。フェニックス型なので、あとは無視して OK というところ。すごい大量の罠回収。これね、ちょっとライブで見てたんですけどね。この金山マジでレベル低すぎて見落としたのかな、これ。見落としましたね、これ。最後まで気づかなかったです、これに。ちょっとね、ライブで見てたんでね、うわー、6時置いてほしいと思いながら、アーチャーもいるんでね、見てました、そういう気持ちで。さあ、ここからドラゴンパート始まっていきました。呪文がね、レイジあるんですけど、ここ難しいね。クイーンが相手、ガゴプリと長弾大砲かぶって落とされていって、キングの方もね、ちょっとアイゴレの残党にだいぶやられてたので、アーチャーでおびき寄せて援軍がね、防衛説と被らないところでアイゴレ処理してからとかでもよかったかな。さあ、いいトームですね。これはいいレイジトームをしっかり残して、ヒーリングトーム型なんでね、今回。HP 結構削られたところをしっかり回復させていきっていうところ。ドラゴンの数もかなり多いですね。いい流れ。さあ、ガゴプリ。アーチャーね、ここでキングを外側に引っ張ることで、マルチIT とかの方にね、ターゲットを早めに持っていきたいみたいな意味合いもあったと思うんですけど、一体ここ出してほしかった。さあ、これで終了と。初手の削りもね、大きくできて、あとはドラゴン流して、動かしていくというような形でした。ナイス。さあ、自分のアタック。これね、ちょっとね、致命的にね、判断ミスというか、何してんだっていう、なんか攻めながらね、良くなかったなと思いながら攻めてるところですね。削りとしては、まずは、富士の方を削っていくような形です。イメージ的にはね、これ下が進んでほしいなとか思いながらやってたんですけど、それをするにはね、上側の方にインビジブルを焦って、大工消して持ってきてよかったですね。タウンホールの方行っちゃったんで、多少ダメージ入れて終了。で、外側クイーンを使って、インビジブルタワーがね、中心部あるっていうところと、反対サイドも結構防衛施設かかるような角度で投げて、で、中心一気に突破していくような形で、ルートライダー展開していきますと。で、ウォールブレーカーつけていきます。で、角度変えてベビドラカットからの10日閉射。ここね、クイーンがね、被弾受けてるんですけど、これ気づいておいて、撃たなかったんですよね、呪文。マジで何してんのと思うんですけど、これ。被弾受けてるなーってぼんやり見せてて。いや、耐えてほしいとか耐えるわけないのに、思って。
マジで判断ミスだね。インビジブル2枚余ってたんで、鉄インビジブルスポットですね、今のは。キングの方がちょっとね、被弾いろいろ入っちゃったところ、自動能力発動させられて、結果ね、ここクイーンが本来おるはずのプランニング的にもね、ここクイーンでおるんだっていうようなプランだったので、しっかりそこが残って当たり前だよね。いや、マジでもったいね、これ。中心部がね、やっぱ横打ちがなくなって中心進めばかなり綺麗に進むというプラン。ちょっとロイちゃんってこっちが進んでくれたらなーなんて甘い考えもしてたので、この辺も元で削れてるプランなので、この段階でね、全部全開になってるような感じだったと思うんですけど、プラン段階ではね。余力であとは押し切っていくだけですね。はい。フリーズかけてから、今のはね、インビジブルだとスケルトンの方が動いてしまって、ロイちゃんが動いちゃうので、フリーズから入るべき場所ですね。なので、フリーズから入って、あとはロイちゃん能力も残ってるので、インビジブルはあるんですけど、能力発動からインビジブルを合わせるかどうかだけ見てフィニッシュですね。基本のプランニングと動かし方はかなりうまくいったかなと思います。クイーン内目だけしっかりしたかったね。初戦はね、ライドラッシュとかも交えてやってましたが、すべて自分の編成に変えてきたニャロメ。まずはファイヤーボール。2時、10時か。10時に打って反対サイド、イエティプラスロイヤルチャンピオン。こういう削りのね、縦ユニット採用するのもいいですね。たまに僕もね、バルキリーとか置いてやることあるんですけど、こういった単体の施設しかないところへロイちゃん出すときって、縦にできるとめっちゃ強いからね。で、ここで回収ですね、ロイヤルチャンピオン。そんなに大きく破壊を見ていくわけではなく、インビジブルの枚数も限られてるんでね。ウォールブレーカーは援軍釣りの意味合いもあったのかな、今の。危ない。ロイちゃんのためにまずはロイちゃんじゃない、シューターのためにロイちゃんでクロスボウを削ることでシューターが被弾を受けないような形を作っていくっていう、クイヒーとかでもね、そういったありましたよね。クロスボウとか迫撃砲をクイヒーで削ることでシューター刺さるよねのロイヤルチャンピオンバージョンですね。これもオーデンが滝外れたヒーラーぶち抜かれるんで、この角度ずっと保ててるのいいですね。で、キングサイドカットをやってるんですけど、結構、ただ出しただけでも火力の高いところ、さっき反対サイドはね、イエティプラスのロイヤルチャンピオンがここやってこの被弾になってるんで、キングが一瞬でこうやってボコスカ食らうところをロイヤルチャンピオンでああやって削れるって考えると、やっぱ、ロイヤルチャンピオンのした仕事っていうのはかなり大きいっすよね。キングが命がけでこれしか削れてないからね。ロケバルまだ展開していきまして、中心はレイジフリーズ。投石にあって、なんとか耐えていく。ロイヤルチャンピオンも中心追加していきました。クイーンの方にレイジを打って、タウンホールはクイーンで見ていこうというような形に切り替えていきます。しっかり突破。ガゴプリの方もクイーンで突破ができて、シューター強いっすね、これね。まだいたんだ、君。まだ動いてますよ、これ。あとは、反対サイドまで届いたシングル IT のところ、ロイヤルチャンピオンロケットスピア打ち抜いて、シューター最後まで生き残ってるね。えら。このための初手の削り。水さん、最初の方にね、ひろやさんとかの話の時にも出た方ですね。ジャイアントアロー、いいね。スケルトンの呪文で、こいつのタゲを外しつつ、反対サイド、東海弊社プラスロイヤルチャンピオン中心部の方に本体。キングも今回は内側入れていくやり方になってますかね。かなり火力が高い。ストライカーが一体トルネ巨爆にやられたのを見て、しっかり2体目投げ直しますが、ちょっとこれも重い。ガゴプリやっぱね、処理するの結構大変ですよね。いいトーム、中心部分、レイジトーム入って、外周クイーンプラス反対サイドロイヤルチャンピオン。内側の方がルートライダーといういい形できてるんですけど、ちょっとモノリスにユニット向かってくれてないのがしんどいですね。
今回ヒールの呪文採用してますね。前回は入ってなかった呪文になりますが、タウンホール超えたところ、このヒールの呪文めちゃくちゃ強い。さあそしてオーバーグロー、ここでかけ直していきました。2枚目。1枚目がまだ溶ける前に打ってましたね。後で長すぎちゃうので、多分早めにかけたってところかな。1枚目が溶けてから打つにはちょっとね、待ち時間が長すぎるのでってことですよね。こうしてやっぱ待ち時間発生してるので、ちょっと早めにかけることで、この戻ってくるタイミングも少し早めにしようという意図かなと思います。ラストフリーズ合わせてフィニッシュ。ナイス。ガーサス。スワンニャロメ。ありがたいですね、たくさん。今月はね、ニャロメチャンネルとしてやってきますんで。結構ね、ありがちなのが、両サイド、シュータープラス、お出比をね、対角線上に置いてサイドカットするっていうところ。これで内側内側へと狭めてって、6時、12時の方を、残ったところヒーローで削っていくっていうところが多そうですね。こういったストライカーでのね、サポートとかもね、しっかり的確にやっていかなきゃいけないからね。対空砲のカットにまずはロケバル出して、そうすると空に対応する防衛施設がなくなるので、このガーゴイルが生きるよねっていうところ、こういったところも偉いですね。で、外周部ベビドラ、これも対空砲削れてて、空に対応する防衛施設がなくなってるので、この辺がベビー無双ができると。この配置の崩しね、いいね。昔からクラクラやってる人っぽい削り方。僕もね、こういう削りめっちゃ好きなんですよね。だからガーゴイルとか絶対持ってくんだけど、空に対応できる防衛施設があるかどうかっていうの結構大きな差なんで、今回ちょっとね、黒幕、今外周環境なんで、ガゴ追加したいところ。しっかりアイゴレの破裂。1回目失敗したところ2回目で出し直すモノリス。で、下側はシューターが頑張っていると。ガゴ追加しましたね。で、上にキングクイーン。下側もガーゴイルでだいぶ削れて、インビジブルの方で真ん中に誘導してファイヤーボール。いい火力。で、ここでモノリスじゃないわ、リターンの呪文を使って、オーデン引っ張って6時の方に戻していく。こうすることで、3時と6時をウォーデンで見て、9時の方をシューター、12時をキングとクイーンで見て、残った中心部分をロイヤルチャンピオンというところでね、全ての角度から、各起点となる兵器もしくはヒーローが使えているっていうところ、ちょっとバネでね、ストライカーやられちゃったんだけど、中心残ったところ、フリーズかけて、ロイヤルチャンピオンも、ロケットスピア型なんでね、遠距離攻撃ができます。で、ロケバルもいるんでね、この辺。ロケバルの偉いところはね、呪文なしで突破ができるところよね。しかも結構瞬間的っていうところで、今欲しいっていう時にね、すぐパッと投げれて破壊してくれるのってロケバルの唯一無二の性能ですよね。ナイス旋回。はい、というわけでね、今日は結構多めの回でしたが、ギリギリ勝利と。今日のスタートはまずね、新兵器が出てきたところから始まりましたね。久しぶりにこれだけ長い数のアタックをリプレイとして動画撮ってるんですけど、いいアタックも多いですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まだまだね、他の一文がまだいろいろ残ってますので、そちらも合わせてお楽しみにください。チャンネル登録お願いします。また次にお会いしましょう。さよなら。